田渡です。実は先日動画にこんなコメントをいただきました。この世のすべては才能だということを自覚した方がいい。何かしらを努力で埋めると言っても、努力できるかどうかが才能なわけだから、もし絵が上手くなりたいからといって練習してひたすら努力して上手くなった人は絵の才能があったってこと。努力できなかったってことは絵の才能がなかったってことや。正直このコメントを読んだ時、胸が締め付けられるような気持ちになりました。このコメントの背景には、近年広まっている努力できるかどうかは遺伝子にかかっているという考え方があります。この根拠としてある有名な研究があるんです。でもその研究本当なのでしょうか。今回私は5000円を払って論文を購入して読んでみました。そこで分かった意外な事実をお話しします。絵の練習が続かない、毎日描こうと決めたのにまた三日坊主。そんな時、やっぱり自分には才能がないんだと思ってしまう。その気持ち本当によくわかります。私もこれまで何度も自分の絵の才能に悩んだことがありました。でもこの才能がないから努力できないという考え方、実は大きな落とし穴があるんです。今日はこの考え方から抜け出す方法をお話しします。この動画を見終わった時、あなたは自分の未来は変えられるという希望を持てるようになります。そして努力を始める第一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。今回実際の研究論文を読み、自分の経験と照らし合わせて一つの答えにたどり着きました。今日はその答えを共有させてください。それでは本編に入っていきます。皆さんは才能こそが全てだという主張をどう思いますか？極端な意見ですが、確かにどこか正しいような気がしてしまいます。何かというと、才能才能と言い出す広告代理店を舞台にした漫画もヒットしていますし、才能という言葉には私たちを引きつける何かがあるようです。でもここで疑問に思いませんか？それって本当のところどれくらい正しいの？その答えを次のセクションで一緒に見ていきましょう。それではまず努力は才能という主張の根拠となっている研究を見ていきましょう。この主張を紹介する記事にはこんなものがあります。天才は生まれか育ちか、努力も遺伝の影響だとすると。この記事はミシガン州立大学のザック・ハンブリック氏の双子研究を紹介しています。記事によると、双子850組を調べた研究で、優れた音楽家は一般的な音楽家よりもはるかに多く練習していることが分かりました。さらに、たくさん練習する性格は遺伝の影響も受けていると結論付けたそうです。つまり、努力できる能力自体が親から受け継いだ遺伝によって決まっているという主張ですね。実はこの記事には明らかな間違いがあるんです。記事の中にこんな記述があります。エリート音楽家は20歳になるまでに平均して約1万時間も練習に費やし、普通の音楽家より数千時間も多いという研究結果もある。これは有名な心理学者アンダース・エリクソンの研究のことで、いろいろなところで紹介されているのですぐ分かりました。でも実はエリクソンの研究では違うことが書かれているんです。エリート音楽家候補が20歳までに1万時間練習していたというのはあくまで平均の話でした。実際に1万時間練習していた人数はその半分だけだったのです。しかも研究の対象はエリート音楽家ではなく、ベルリン芸術大学バイオリン科の学生でした。エリート音楽家の候補ではありますが、その時点ではまだトップレベルには程遠い人たちです。エリクソン自身の本でははっきりと1万時間という数字に意味はない、1万時間の法則は間違いだと書かれています。1万時間というのはこの研究を見たジャーナリストマルコム・グラッドウェルがセンセーショナルに紹介した数字で、科学的には間違いです。ここで重要な疑問が浮かびます。エリクソンの研究を正確に紹介できていない記事がハンブリックの研究を正確に紹介していると信用できるでしょうか？というわけで私は元の論文を読むことにしました。ドイツのシュプリンガーという出版社から論文を5000円で購入しました。そして実際に読んでみた結果、驚くべきことが分かったんです。結論として音楽の研究ができるかどうかに遺伝が影響するのは 38% でした。一方、環境の影響は 44% でした。つまり遺伝よりも環境の影響の方が大きかったんです。確かに論文には練習しなければ遺伝は関係ないよ、でも練習するなら遺伝的才能が開花するというような記述もありました。でもこれで遺伝が全てを決めるとは言えないでしょう。少なくとも練習できるかどうかは才能で決まるという主張は科学的に間違っているということです。でもここで一つ大切なことを言わせてください。こういった才能論にすがってしまう気持ち、私は本当によくわかるんです。なぜなら生まれつき努力できない人がいると思う背景にはこんな願いがあるからです。
自分が努力できなくても仕方ない理由があってほしい。そうであれば、自分が努力できないのは自分のせいではないと安心できるんです。ここで心理学の考え方を紹介させてください。努力できるかどうかは才能にかかっているという主張に頼ってしまう人は、フロイト的な決定論という考え方で世界を見ています。決定論とは何か。遺伝や才能など生まれた時に決まってしまったことによって今の自分や未来が決まってしまう。だからもう変えられない。そういう考え方です。でもこれを別の考え方に変えることができれば自分の意思で努力できるようになります。それが目的論という考え方です。目的論とは心理学者のアドラーが広めた考え方です。今の自分の目的を達成するために自分でそう考えることを選んでいるという見方です。ちょっと分かりにくいのではっきり言います。才能がないから努力できないという人は、本当は努力したくないから才能がないという言い訳を作り出しているんです。だから自分が努力したくないという目的のために才能を言い訳にしていると認めて、目的を努力するに変えることで自分を変えることができるんです。こんなことを言われても、なるほど、じゃあそれを認めて考え方を変えようとはなかなか思えないと思います。そこで次のセクションでは、この目的論の考え方を身近な例で考えてみましょう。同じような例を聞くことで自分の考え方を客観的に見つめ直すきっかけになれば嬉しいです。人によっては気分を悪くさせてしまうかもしれませんが、大事な話です。例えば誰でも入学できる大学、いわゆるエフラン大学の学生には学歴フィルターで大学名だけで採用を断られるから就職できないという話があります。でも実際にエフラン大生の就職支援をしてきた F さんによると、多くの学生が就職に失敗する本当の原因は学力が足りなくて書類や筆記試験で落ちているだけなのに、それを学歴フィルターと勘違いしているからだそうです。 F さんの動画軽蔑から始まったにはこんなセリフがあります。人間は可能性があると言われるより可能性がないと言われた方が救われることもある。エフラン大生なのだから大手企業への就職は不可能だししょうがない。就職活動を終えた彼らはそう思いたがっている。確かに単純な実力不足と言われるよりは救いがある。要するにもともと不可能なのだと言われた方が自分に原因があると言われるよりも救われることがあるということです。この気持ち、私には本当によくわかります。これを目的論で説明すると、エフラン大学だから就職できないのではなく、就職活動を本気でしたくないからエフラン大学という理由を使っているということになります。確かにエフラン大学生というのは不利な条件かもしれません。しかし日本ではエフラン大学も大学卒業として扱われるので就職できないわけではないのです。もう一つ、年齢を理由にする例も見てみましょう。もう40代だから新しいことを始めるには遅すぎると考えている人がいるとします。でも目的論で考えるとどうなるでしょうか。年齢のせいで無理なのではなく、新しいことに挑戦して失敗するのが怖いから、今のままの方が楽だから年齢という理由を使っているということになります。実際には40代、50代、あるいはそれ以上の年齢から新しいことを始めて成功している人はたくさんいます。例えばカーネル・サンダースがケンタッキーフライドチキンを創業したのは65歳の時でした。このように年齢に関係なく成功している人も実際に存在しているのに、もう年だからと考えることで自分が挑戦しない理由を作っているかもしれません。最後に性別を理由にする例も見てみましょう。炎上しそうで怖い。自分は女性だからどうせ出世できないと考えている人がいるとします。確かに過去には女性が出世しにくい時代もありました。今でも家事や子育ての負担が女性に偏りがちという課題もあります。しかし現実には実力で出世している女性も数多く存在しています。例えば先日の自民党総裁選挙で女性として初めて高市早苗さんが総裁に選ばれました。日本初の女性首相になると見られています。しかも実家が政治家の家系でもなく、本人の実力で上り詰めた方です。他にも DNA の難波智子さんといった大企業のトップや高橋留美子さんといった超一流漫画家など様々な分野で活躍している女性がいます。これを目的論で考えるとどうなるでしょうか。女性だから出世できないのではなく、出世競争で努力したくないからという目的のために性別という理由を使っている可能性もあるということです。とはいえ女性が自分より収入の高い男性と結婚することが多く、その結果妻が夫の仕事をサポートする側に回りやすいという傾向があるのは事実です。収入の高い方が仕事に集中し、もう一方が家庭を支える方が家計全体では合理的になりやすいからです。それが女性の出世を難しくしている面はあります。しかしその課題を必要以上に大きく捉えて自分が努力しない理由にしてしまっていないか、一度立ち止まって考えてみる価値はあるかもしれません。
以上、3つの例を紹介しました。どれもデリケートな例だったので、もし感情的なコメントが送られてきたときは申し訳ないですが、ブロックと削除で対応させていただきます。ここまで聞いて、じゃあ今日から努力しようと思えた方、素晴らしいです。でも注意してほしいことがあります。いきなり完璧を目指さないでください。努力したくないから才能がないことにしているという自分を認めることはとても苦しいことです。だから少しずつでいいんです。まず、もしかしたら自分は本当は努力したくないのかもしれないと考えてみる。これだけで十分です。そこから、じゃあちょっとだけ努力してみようかと思えたら、小さな一歩を踏み出してみてください。もう一つ大切なこと、決定論から目的論への切り替えは一度やったら終わりではありません。何度も何度も、やっぱり才能がないんだという考えに戻ってしまうかもしれません。それは当たり前のことです。大切なのは、その度に、また決定論で考えていたと気づいて、もう一度考え直すことです。この繰り返しが少しずつあなたを変えていきます。まず覚えて帰ってほしいことを強調します。努力できることは才能だという研究はよく紹介されていますが、実際の研究では環境の影響の方が大きいことが分かりました。そして才能がないから努力できないという決定論は自分を安心させるための言い訳になってしまいます。苦しいですが、努力したくないから才能がないことにしているという目的論で考え直すことで未来を変える可能性が生まれます。この動画の内容は正直受け入れにくいものだったかもしれません。でも、もしあなたが本当に変わりたいと思っているなら、この厳しい現実を受け入れることが第一歩になります。あなたの未来はあなた自身が変えられる。私はそう信じています。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。